この話は知り合いの K さんという方から聞いた話なんですけど、はい。K さんが、お仕事の都合上で、新居に引っ越すことになりまして、賃貸物件を探したんですね。K さんっていうのは男性の方？男性の方なんですけど、はいめちゃくちゃタバコが死ぬほど大好きなんですよ。もう3度の飯よりニコチンを摂取したいっていう方で。おいくつぐらいの方なんですか？もう結構僕よりちょっと年上で、もう今40代ぐらいだと思うんですけど、もう死ぬほど好きで、特に紙巻きがとりわけ好きだってことで、はい、ただ賃貸だと部屋の中でこうパカパカ吸うわけにもいかないので、なんとか我慢して、その借りたアパートっていうのが2階の201号室だったんですけど、そこのベランダに出てこうタバコ吸うっていうのがすごい日課になってたと。で僕自身も喫煙者なんでよく知ってるんですけど、やっぱこうタバコ吸えないのってめちゃめちゃ逆にストレスになっちゃうので、もうそれだけが唯一の楽しみだったんですね。である日その会社がものすごく激務が重なっちゃった日があって、もう普段だったら会社の休憩室とかでこうタバコ吸えてたんですけど、その日はもう休憩もままならなくて、もう全然タバコ吸えなかった。で帰ってきてやっとタバコ吸えるってなって、もう着替えもそこそこにベランダに出て、もうガラガラっと出てパチッタバコに火つけたんですね。でふーっと深く一服して、タバコ吸ってる人だったらわかると思うんですけど、何でもないようなところ見がちなんですよね。一服してると本当に何もないボケーっとなんか木の風で揺れてる具合とか、なんか歩いてる人をずーっと見てたりとか、本当に何でもないところ見がちなんですけど、その時も K さんがもうボケーっとタバコ吸ってて、もうちらっと何気なく右の方に目線をやって、この201のベランダから見て一番、このアパートっていうのが同じ部屋の作りがこう横並びに4つあって、一番端っこの204号室の方のベランダにちらっと目をやったら、ベージュ色のコートみたいな、なんか長いアウターみたいなのが、洗濯物みたいにあったのが見えたんですね。干してあったというか、かけてあったっていうか。そうですね。で、なんかちょっと暗いし見にくいけど、なんかベージュ色のなんかかかってんな。で、時間確認したら、夜の11時とか12時とかそのぐらいだったんで。結構遅いですね。はい。でも仕事の都合上で、この時間に洗濯とかする人もいるのかな。でもアウターって洗濯しないよな。確かに確かに。はい。でもなんか空干しとかしてんのかなと思って、でもそれにしては火出てる時にやった方が良くないかな。不思議だなと思って、本当にタバコ吸ってる時ってそういうことばっかり考えちゃうので、もうずっとボケーっと考えながらなんだろうなって見てたんですね。で、ちらっと目線を外して、いいかと思って、タバコ吸い続けてて。で、やっぱり何にもない、タバコ吸ってる時のこの目線適当なとこ行きがちな時、何か見るのがあるとそっちにやっぱどうしても行っちゃう。気になるなと思ってもう一回チラって右の方を見たら、なんかおかしいなって思って、何がおかしいんだろう。なんか違和感がずっとあったんですよね。で、と思って、こうじーっとそのベージュのコート見てたら、大きいんですよ、さっきより。さっきよりも？さっきより大きい。大きいって思って、じーって見てたら、204じゃなくて203のベランダにあったんです。よく見たら。と思って、さっき204にあったよな。どういうこと？しかもよくよく見てみたら、洗濯物みたいにハンガーにかけられてるとかじゃないんですよ。ハンガーの影が見えなくて。暗いから見えないだけなのかなってじーって目凝らして見てたら、かかってないんです、そもそも。で、コートの上、ちょうどこの首がある部分に真っ黒い何かが乗ってんのが見えた。これ人間の後頭部だ。誰かがベランダに出て後ろ、背中向けてこっち立ってんだ。気づいて、でもそれなら人なら全然、なんか俺みたいにタバコ吸いにベランダ出てきたのかな。なんか後ろ向きでなんかちょっと変な人だな。いっか。特に気にせずもう一回こう目線を外して、また普通にタバコ吸ってたんです。でもやっぱりなんとなくちょっと気になる。なんか移動したんじゃないかな。と思ってもう一回チラッと見たら今度202の窓なりにいたんです。で、もう近くだからもう影もはっきり見える。もうそれはもうベージュのコートがなんか着た男みたいな人が後ろ向いて立ってるんですよね。で、もうそれ見た瞬間に、と思って固まっちゃって、体動かなくなっちゃったんですよ。なんか金縛りみたいになっちゃって。と
と思って、さっき絶対203のところにいたのは間違いないのに、ベランダ飛び越えて、人間だったとしてベランダ飛び越えて来たような音も全く聞こえなかったし、なんか変だなと思って、じーって見てたら、そのベージュのコートがだんだんこう、ゆっくり動いてるのが見えたんですね。でも目線外すこともできないし、見るしかないので、ずーっとこう回ってって、顔の輪郭が見え出したんですよ。横顔の。はい。でなんとなく反射的に、これ見ちゃダメなやつだと思って、目線そらしたいんだけど、でももう体固まっちゃってるんで、うわ、怖いと思いながらも外せないんですよ。はい。うわ、これ見ちゃったら絶対なんか起こると思って、もう真横まで来てるんです。もう、この鼻と口の輪郭が見えて、うわ、顔が見えると思った時に、あっちって、タバコがフィルターのとこまで火種来ちゃって、あっち落としちゃったんですよ。はい。いや、落としちゃったって拾って灰皿に入れて、体動くって気づいたんです。バッて見たら、もう何にもいなくなってたんです。何だったんだろうと思って、もう怖いって部屋戻ったんですね。で、それ以降、一切何事もなく、K さんそのまんまそこ数年住み続けたらしいんですけど、この変なやつが見えたっていうのはその一回きりで、気になって後日、不動産屋さんにちょっとマジで事故物件とかだったら教えてくださいって、なんか曰くとかあるんじゃないのみたいな感じで聞いたんですけど、いや、本当にその築年数もそんなに古いものじゃないし、もう事故が起きたとかないです。で、家賃も普通だったし、そういう話一切ありません。じゃあ自分が見たあれ一体何だったんだ？どういう関係性で自分のところに出てきたんだろうっていうのが未だにわからなくて、ただ、タバコに救われたっていうのだけは事実として残ってるので、K さんはそれ以降、もうより一層タバコが大好きになったっていうお話でした。なるほど。なんでしょう。ずーっと吸ってくれてる K さんに対してのタバコの恩返しだったんですかね。だとしたらちょっと心温まるお話ではありますけどね。いや、ただそれすごいですね。端からぐんってこうどんどん近づいてきてるわけですもんね。そうなんですよ。で、最後振り向いてくるっていうね。やっぱり直感的にね、顔見ちゃいけないと思ったそうですが、やっぱりそれは正しい気がしますよね。なんとなくですけど、人間の本能みたいなのがやっぱ働いたのかなっていう気はしますよね。なんか、その階段とかも、こう、怖いって思う感情ってなんか防衛本能だと思うんですよ。なんか、幽霊ってわけわかんないじゃないですか。なんかどういう科学とかじゃないから、どう作用してくるのかわかんなくて、だから反射的に避けちゃうみたいなところってあると思うんですけど、やっぱ反応は正解だと思いますね。見ないっていうのは。いやー、でも何だったんでしょうかね。いや、本当に僕もこの話聞いたときに、どういうことなんだろうなと思って。しかもそれ一回だけなんですよね。そうなんですよ。そこが事故物件というわけでもなく。はい。ってなったらその日だけ現れた。そして狙い撃ちしてきて、ぐっとこう近づいてきたものは、何が目的で何だったのかって。確かに。K さん曰くなんですけど、その日すごい忙しかったので、本当に何か、たまたま洗濯物かかってたとかで見間違えたのかなとも言ってたけど、その最後もう見た時にはもう本当何もかかってなかった。洗濯物一個もなかったんですよ。最後見た時。だから見間違いとも思えないんだよな。だからもしかすると本当に激務で心に余裕がなくなってすごく弱っていた状態。なるほど。だったから、いわゆる魔物のような存在からすると、あいつ今弱ってるってことで目をつけられてしまった特別な日だったのかもしれないですね。のかもしれないです。なんか、こういう、幽霊見るとか怪談系のお話ってなんかもちろん縁があってとか自分に何かがあってっていう因縁めいた話がとっても多い気はするんですけど、なんか半分ぐらいは事故に遭うみたいなものなんじゃないかな。本当に何の関係もないけどたまたま行った道で車ひかれましたとか、そういうもう本当運が悪かったみたいな。たまたまそういう良くないものに見えられてしまったっていう、それも自己的なことですっていう。そうなんじゃないかなっていう。いや、確かにそうとしか思えないようなお話ですね。でも無事でよかったですね。いや、本当に何事もなくてよかったです。ありがとうございました。